PTA 鳥チャンネルの時間です。今日は現場レポートで、羽田空港の近くにあります東横インの羽田空港2という建物が、今回新たにリニューアルをして、ちょっと東横インのブランドコンセプトも変えていくということもありまして、実は僕東横イン結構好きで、ポイントももう20何ポイントという形で結構今までも泊まっているんですけど、ちょっとその縁とか、あと勝手に僕雑誌とかいろんなところで書いてたら、東横インの黒田社長も含めてちょっと声をかけていただいて、最近ちょっと東横インといろいろお付き合いもある中で、今回ちょっとブランドコンセプト新しくなった発表会と、それとあと、新しくこの基地ホテルという、ポジションでやっていくという、その1号店の羽田空港の、2という建物、ちょっとそこの実際泊まってきた様子も含めてお話をしていきたいと思います。東横インの羽田空港というのは京浜急行の大鳥居という駅にほぼ直結というか、もう、外に出て30秒ぐらいで、のところにホテルがあります。京浜急行で羽田空港の、第1、第2の、国内線の方と、それから第3ターミナルで、その後天空橋という駅がその次の駅になります。駅から近いので本当に非常に利便性高いということになるんですが、で最近僕もいろいろテレビとか、ラジオとか、雑誌とかでも、ホテルを目的地化するというか、このホテルに泊まりたいから、旅行に出かけてそのホテルに泊まってその周辺を観光するという、流れもある中で、東横インは今回新しいブランドコンセプトで基地ホテル、そこを拠点にするということで、あくまでもホテルは目的地ではなくて、どこかに遊びに行ったり、美味しいものを食べたり、体験とかそういうイベント行ったり、そういったのにするための基地としての、ポジションとして、基地ホテルというコンセプトを考える。この全国ネットワークの基地ホテルというのを、この2022年の7月にこういう新しいブランディングの方、宣言をして、でそれに伴う新しいデザインの部屋を客室として、提供するという中で、今までの東横インとかなり変わりましたので、ちょっとここは動画を見ながら、お話をしていきたいと思いますが、部屋の広さは基本的には変わっていません。シングルルームが11平米で8400円1泊。でツインルームが14平米で12000円で泊まることができます。で、東横イン泊まられた方、僕も東横イン泊まる中で、部屋で仕事がしにくいっていうのが今までの一番の欠点。もうテーブルが狭くて、あとティッシュであったりとか、ドライヤーがあったりとか、あと本があったりとか、そういった形で使えるスペースが結構少なかったんですが、今回できる限りそういったものを収納して、かなりですね、このテーブルでウェブ会議ができるようになった。僕もちょっと名古屋の、テレビ局の生放送が実はこの取材の日に、夕方あって、そのホテルの部屋からの放送もやりましたけど、もう普通に、パソコンをテーブルに置いて、することができたっていうことで、ここは非常に良かったなっていうところで、ちょっと新しい東横インのスタイルを見たと。だからやっぱり仕事が部屋でできるようになったっていうのは大きいなと。ただ東横インっていうのは1階に無料朝食があるので、そのフリースペースが使えるっていう部分があるので、そこで仕事をするっていうのが今までの定番でしたけど、やっぱり他の人に聞かれたくない会議とか、あとやっぱり作業に集中したい時とかも含めて、非常に便利でしたし、あと電源も枕元のところと、それからあと、このテーブルのところもあるので、常に2つは同時に使えて、あと普通の USB-A の端子もあるので、そこで充電とかするっていうのも可能になっています。それとね、最近のビジネスホテルって、ホテルの電話を置かないケースが増えてるんですが、東横インは、この館内というかその客室の電話もそのままあって、で今使う人いるんですかって話を聞いたら、意外と外線を使う方が未だにいらっしゃいますということで、もう携帯使う方ほとんど使わなくなったなと思いつつも、やっぱり年配の方とか、で結構この固定電話っていうのはまだまだ意外と需要あるんですっていう形で、盛り上がりました。それとあとこれ東横インに何度も泊まってる人じゃないと分かんない、ちょっとマニアックな話になってしまうんですけど、東横インって必ず時計が
壁掛けの時計がついていて、でこれが意外とカチカチって音が鳴るちょっとものがあって、で僕はちょっと気にならない方なんですけど、結構その音が嫌だから東洋コインあんま好きじゃないんだとか、あと中にはその電池を引っこ抜いて、音がカチカチって音が出ないようにしてるって方も実際に僕の周りでもいますし、あとホテルの方聞いたらやっぱりいらっしゃいますって話でしたけど、時計が今回静かになったっていう、これもなんかね非常に細かいところですけど良くなったなっていうのがあります。でベッドに関しても非常に東洋コインの特徴って結構横幅広い、もうダブルぐらいのサイズのベッドがシングルルームでも入ってますので、横幅も広いですし、あとツインルームなんかもベッド2台でありますけど、なんかさっき言った通りその物をできるだけ収納して見えないようになったって感じで、結構今までに比べるとなんか空間が同じ広さなのに広くなったなっていうのは感じます。それとあと浴衣なんかに関しては最近東洋コインはなんかその1階で全部まとめておいてあって取ってくださいって感じだったのが、今回から部屋に、この羽田空港2に関しては部屋に常設して、逆に、例えばどうだろうな、櫛とか髭剃りとかそういったものは1階でまとめて取るって形になってます。で今やっぱりエコを考えて、一応歯ブラシもその1階には置いてあるんですが、できるだけ自分の歯ブラシを持ってきてくださいっていうちょっと話をしたりとか、そういったものにこだわってというふうになっています。それとあと朝食ですね。東洋コイン人気があるのは朝食ですけど、結構この広い空間で僕が泊まった東洋コインで一番朝食が実は良かったです。パンがあっておにぎりも2種類あって、あと羽田限定のちらし寿司、穴子ちらし寿司っていうのがご当地メニューであって、おにぎりはツナマヨとそれから明太子のおにぎりがあって、あとスクランブルエッグ、ソーセージ、焼きそば、肉じゃが、あとシューマイと、あと蒸し野菜、あとサラダバーとかってあって、あとスープが豚汁とほうれん草のスープと、あとトマトスープとかで3種類ぐらいあって、あとバナナがあってヨーグルトがあってで、あれ東洋コインでもこんな朝食いいんだっていうところもあって、常々僕もその朝食の重要さっていうか、朝食が充実しているホテルが選ばれやすいっていう、ところもありますけど、なんかかなり東洋コインの中ではハイグレードだったなっていう印象を受けます。こちらに関しては空港に近いという場所から朝6時から朝食の方も、食べることができるようになってますけど、ちょっと動画でもこの朝食の、ところ全部撮ってますけど、あとそれ以外で良かったのがコーヒーがね24時間いつでも、飲める UCC のコーヒーメーカーがあって、でこれも普通のコーヒーだけじゃなくてこのカフェオレとか、そういったのも選べるような感じになっていますので、コーヒーもこれいつでも飲めるって今までの東洋コインなかったなっていうのがあります。であとチェックインとかに関しては基本的には、自動のチェックイン機があって、そこで手続きをすることによって簡単にチェックイン、それからチェックアウトの手続きができますし、あと荷物も、置くスペース、チェックインは原則16時、東洋コインのカードを持っている人は15時っていうチェックインタイムになりますけど、それまで荷物も預かってくれるそういったスペースもあったりとか、空港に特化した形になってますし、あと空港まで電車で行くこともできますけど、あとバスも出てますんで、そういったところでも非常に利便性、バスでも無料バスで行ってもいいし、京急で行ってもいいしっていうのがあります。で今回驚いたのがこの羽田空港の2に関しては、実は建物のオーナーっていうのが京浜急行電鉄だった、京急だったという、ちょっと僕も初めて今日取材して聞いて、驚きましたけど、ちょっとそういったような形で京急も噛んでるホテルなんだっていうことも、今回新たに知ったかなと思っております。でやっぱり今回東洋コインの、今、先代の方の娘さんで黒田さんという方が今社長でやられていて、ちょっと取材の時にもお話ししましたけど、外国人の利用も増えたりとかもそうだし、あと東洋コインはやはり直販率が高い、東洋コインのホームページで、取るケースも非常に多いということなんですけど、やっぱりちょっと他のホテルに比べればかなり割安ですけど、物価いろんな高騰もあって少しずつちょっと上げていく方針ではありますけど、で東京駅の八重洲なんかのあたりはこれからちょっともしかすると初めてシングルで1万円超えてしまうかもしれないっていう話もありますけど、ただこの内容で、羽田で言えば1泊シングルが8400円、ツインルームが1万2000円っていう金額っていうのは、やっぱり非常に安いかなと。
で、この2の建物で13階建てで311室ありますけど、この8400円っていうのは、内容からしたらいいんじゃないかな。もちろんもっと安い5000、6000円っていうのは蒲田まで行けばあったりとかありますけど、ちょっとクオリティも少し上げながら、さっき言った基地としてのホテルということで、あくまでもホテルが目的というよりは、この飛行機を利用する前後で利用したりとか、重い荷物をできるだけ移動する距離を短くしたいっていう形で泊まられる方がいたりっていうところも含めて、あと意外とね、多いのが、関東に住んでる人でも朝6時台の飛行機に乗りたい時なんかに、夜仕事終わってからそのまま10時、11時ぐらいにチェックインして行かれるっていう方もいますので、ちょっとね、泊まったことない方も、ここの、あと東横インラバーの方も、この羽田の2に関してはちょっと違うコンセプトなので、ぜひ泊まってみていただければなと。この形態がもっと増えることを個人的には、望んで、かなり実際に一泊、宿泊という形でちょっと取材ということで、泊まることができましたけど、かなり良かったですので、ぜひ。あと駐車場はね、予約をすれば、1日1000円か1200円ぐらいで確か止められますので、車で行かれることもできますので、ぜひ活用していただきたいと思います。ということで、ちょっと今日はホテルのご紹介ということで、現場レポート、ということでお伝えをしました。羽田はね、今、第3ターミナルとこのビラフォンテーヌの1717室もありますけど、そこはちょっとやっぱ値段は高い。そこももちろん快適ですけど、ちょっと価格帯もちょっとリーズナブルということで、利便性が高いということで紹介いたしました。ということで、現場レポート、東横イン羽田空港2についてお伝えいたしました。どうもありがとうございました。